今回はですね、牛乳は骨に良いってもうずっと信じられてきた常識に、実は驚くべきパラドックスが隠されてるかもしれないっていうお話です。牛乳って本当に私たちの骨の味方なんでしょうか？それとも、もしかしたら逆？このちょっとミステリアスな疑問を一緒に解き明かしていきましょう。そうなんですよ。牛乳を飲めば飲むほど骨が強くなるはずなのに、なぜか世界を見渡すと、あれそうとも言えないデータがあるぞと。この牛乳パラドックスの謎を解き明かす旅に早速出発しましょう。はい、これが今回の謎解きのロードマップになります。まずそもそもなんで牛乳が骨の救世主みたいに信じられてきたのか、そこから始めます。で、次に世界で見つかった衝撃的な矛盾。ある国では牛乳はむしろ危険だっていう説まで出てきちゃうんです。でも話はここで終わりません。なんと日本からは全く逆のデータもご紹介して、最終的にこのミステリーを解決。そして、じゃあ僕たちは明日からどうすればいいのっていう答えまでしっかり見つけていきますよ。では、最初のセクションです。そもそも、なんで牛乳が骨の健康にそんなに大事だって考えられてきたのか。その基本中の基本から見ていきましょう。牛乳が栄養界のスーパースターとされてきた理由。それはもうまさにここなんですね。ただカルシウムの量が多いだけじゃなくて、私たちの体がそのカルシウムをなんていうか無駄なくちゃんと吸収して骨の材料として使える。この吸収率の高さこそが牛乳の最大の強みだったわけです。このスライドがその実力を物語ってますよね。見てください。牛乳のカルシウム吸収率、なんと 40% から 50%。これ、例えば黄金とかほうれん草みたいな野菜から取る場合のほぼ倍以上ですよ。つまり同じ量のカルシウムを取るんだったら牛乳が圧倒的に効率がいい。これがずーっと骨のために牛乳を飲みましょうと言われ続けてきた大きな科学的な根拠だったわけです。でもここから話は一気にミステリーっぽくなってきます。世界的なデータの中にこの常識を根底から揺るがすとんでもない矛盾が見つかっちゃったんです。さて、ここからがめちゃくちゃ面白いところです。普通に考えたら、牛乳をたくさん飲んでる国ほど骨折は少ないはずじゃないですか？ところが現実はその真逆。牛乳を世界で一番たくさん飲んでいる国々で、なぜか骨折も一番多い。この直感に反する現象こそがカルシウムパラドックスと呼ばれて、世界的な牛乳論争の種になるんです。じゃあ、このパラドックスをさらに深めて、牛乳はむしろ有害なんじゃないのという説の、言ってみれば決定的な証拠とされたある研究を詳しく見ていきましょう。これがですね、いわゆる牛乳有害説の最大の根拠になったミカエルソン博士たちの研究です。10万人以上、何十年もですよ。その衝撃的な発見、見てみましょう。いやー、これ信じがたい結果なんですけど、なんと牛乳を1日にコップ3杯、つまり600ml 以上飲む女性は、ほとんど飲まない女性に比べて股関節を骨折するリスクが 1.6 倍も高かったんです。ちょっと待ってと、良かれと思って飲んでた牛乳が飲めば飲むほどリスクを高めてたかもしれない。これは衝撃的ですよね。じゃあ一体なんでそんなことが起きるのか、研究チームが犯人として名無ししたのが、この D ガラクトースという物質です。これ、牛乳の糖分が体の中で分解されてできるものなんですけど、これが体内で増えすぎると、言ってみれば体を内側から錆びつかせて、骨の老化を早めちゃうんじゃないかと、そういう説が提唱されたんです。そのメカニズムを簡単に説明すると、こんな感じです。まず牛乳を飲むと、体の中に D ガラクトースが増えますよね。それが酸化ストレス。つまり細胞を傷つけちゃう活性酸素を大量に発生させてしまう。で、そのダメージが骨にも及んで、結果的に脆くなってしまうんじゃないかっていうシナリオです。これで牛乳は悪役で決まりか、と思いきや、ここで物語は劇的な展開を迎えます。なんと、ここ日本で全く逆の結果が出ていたんです。そうなんです。日本のデータは、牛乳が骨の予防に有効だってことを強く支持していたんです。この真逆の結果が牛乳ミステリーをさらに深くて面白いものにしていくんですよ。このグラフがもう決定的な証拠です。
日本の J-POS 研究っていう研究の結果なんですけど、見てください。牛乳を飲む量が増えれば増えるほど骨折のリスクがはっきりと下がってるんですよ。1日2杯以上飲む人に至っては、なんと 43% も低下。スウェーデンでは飲めば飲むほどリスクが上がるだったのに、日本では飲めば飲むほどリスクが下がる。これ完全に真逆ですよね。さあ、いよいよここからが解決編です。なぜ国が違うだけでこれほどまでに結果が異なるのか、その答えは牛乳そのものじゃなかったんです。それをどのように競っているか、その文脈の違いにありました。重要なポイントはこれです。牛乳は万能薬でもなければ毒でもなかった。問題は、一つにはやっぱり飲みすぎのリスク。そしてもう一つ、こっちの方がもっと重要なんですけど、カルシウムが骨で正しく働くために必要な仲間、つまり栄養素チームが食事全体で足りていなかったことだったんです。この円グラフが問題の核心を見事に示してます。牛乳ってカルシウムとマグネシウムの比率がだいたい10対1。極端にカルシウムに偏ってるんですね。でも体の中でカルシウムが効率よく働くための理想的な比率って2対1って言われてるんです。このバランスの悪さこそが牛乳だけを大量に飲んだ場合にかえって骨の健康を損なう可能性を生んでいたんですね。つまりカルシウムは一人のスーパースターじゃなくてチームプレイヤーなんです。この表にあるようにカルシウムっていう材料を骨っていう建物にするためにはまずビタミン D がカルシウムの吸収を手伝ってマグネシウムがそのビタミン D を活性化させてそしてビタミン K2 がカルシウムを骨に接着させるこの頼れる仲間たちのサポートが絶対に必要なんです。牛乳だけじゃこの最強チームは完成しないんですよ。それでは最後にこのミステリーから得られた教訓を僕たちが明日から実践できる具体的なアクションプランに落とし込んでいきましょう。これこそが牛乳パラドックスの謎を解く最終的な答えです。日本人の食生活がなぜ牛乳を味方にできたのか、その秘密がここに詰まっています。まず、飲みすぎない。1日 1,2 杯の適量を守る。次にヨーグルトやチーズなんかもうまく活用する。そして何より最も重要なのが、納豆ビタミン K、魚ビタミン D、海藻やナッツ類マグネシウムといった栄養素チームを食事全体で自然と揃えていたこと。これに運動を組み合わせれば、牛乳は最高の味方になってくれるんです。というわけで、牛乳を飲むか飲まないかっていう単純な二択の話じゃなかったんですね。牛乳はヒーローでも悪役でもない、ただの強力な材料なんです。だから本当の問いは、あなたの食事チームは万全ですかっていうこと。これこそがこの牛乳パラドックスから僕たちが学ぶべき最も重要な教訓なのかもしれません。あなたの骨を守る最高のチーム作り、ぜひ今日から意識してみてください。今回の解説は以上です。